はい、皆さんこんにちは。ミニス開発リーダーの岩崎です。前回ですね、FWD のシャーシから、そのまんまですね、MA030、基板を FWD の基板を使ったまんま、四駆化にする方法をご紹介しました。で、今日は、その FWD をベースにですね、MA030 EVO、エボ基板のブラシレスですね。ブラシレス仕様の四駆 AWD にするときのコンバージョンについてご説明いたします。まず必要となるのがですね、FWD に対しては、基本的には前回のものが必要です。リア周りの駆動系のデフとですね、センターシャフト、ピニオンギア付きのセンターシャフトは必要なんですけども、それプラス、ブラシレスにするということで、ちょっと単体は持ってきてないんですけれども、こちらすでにもう MA030 エボなんですけど、この AWD 用ですね、030エボ用の、ブラシレスの基板と、お使いになるブラシレスモーター、こちら KV 値がそれぞれありますんで、ご自分が好きな KV 値のモーターを使っていただければなと思います。標準ではこのいわゆる赤モーターという 8500kV のものが、ついています。基板とモーターですね。で、もう一つですね、この MD402 という品番の、プラスチックのパーツなんですけど、こちらが、必要になります。なぜかと言いますと、こちらですね、もともと FWD のシャーシに使っている部品なんですけど、今ちょっと分かりやすいように、今ここも分解して持ってきてますけど、このパーツがですね、実は、ブラシモーターの基板専用になってまして、実際ブラシレスにすると、基板がすごく長くなるので、その長くなった基板を収めるためのホルダーが必要なんですね。で基板を乗せるだけだったらこれでも、後ろに基板が飛び出ちゃうんですけど乗るんですけども、エボの場合はご存知の通りモジュールがありますよね。各送信機別ごとのそのモジュールをつけるためにですね、やっぱりベースのホルダーが必要になります。でそのパーツが、こちらの商品の中に入ってます。これですね、結構形状が違います。こんな感じで違うんですね。はい。で、これを用意していただくと、前回ベアリングの上にテープなんかでちょっと押さえようと言ってたんですけど、あれは必要ありません。こちらのパーツはここの押さえの部分がちゃんとベアリングを押さえるような形状になってますんで、これを用意していただければ前回のテープなどは必要ありません。で、これをですね、これに変えてですね、FWD の時はこれがついてるんですけど、これを外していただいて、代わりに、こちらをつけていただくと。そうすると、ちょっとこれがきついんですが、うまくはまんないですね。ちょっと苦戦しておりますが、これではまりましたね。はい。こんな感じで、後ろに延長されます。もともとがこういう状態だったんですけど、ブラシレスの基板に合わせて長く延長されますね。この状態で、エボンに使うですね、ここのカバーと、レシーバーのカバーもつきます。このセットになってますね。で、あと、ちょっとこれに関しては後ほど説明します。はい。で、
その延長したものに対して、基板を乗せ替えていただいて、モーターはそのまま搭載していただいてつないでいただくんですけれども、その030エボにしたときですね、使用するリアサスペンションのユニットによって、使えるホイールベースがちょっと異なります。この通常のこのストラットタイプですね、ストラットタイプを使う場合には、ホイールベース、前回と同じですね、L94mm と、LL98mm に対応します。長くなった基板の分ですね、このストラットの上のここのところにちょうど逃げがあるので、スライドしても当たらないんですが、こちら、この DWS のリアサスペンションを使う場合はですね、こんな感じでですね、当たっちゃうんですね。ここが。そこで、さっきのこのパーツ、こちらが必要になります。通常の DWS のキットには、入ってないんですけれども、この上のここのパーツをですね、MA030 に使うときに当たらないように形状を変更したパーツが含まれてますんで、上のですね、このパーツですね、このパーツを、このさっきの MD402 の中に入っているこちらのパーツに交換していただきます。はい。で、ちょっとこっちがその新しくこのパーツがついている DWS ユニットなんですけど、で、それをつけていただくことで、この長くなったブレスレスの基板でも、DWS で使っていただける。ちょうどここがですね、逃げるようになっています。使っていただくことが可能です。ただし、DWS を使う場合はですね、ホイールベースが 98mm LL ですね、に限定されます。なので、まとめるとですね、ブラシレス基板で、使っていただく場合はですね、この基板が長くなってしまいますので、この通常のストラットのユニット、こちらを使う場合は、L と LL が2種類選べます。ただし、DWS を使いたい場合は、LL のみになってしまいます。ここがちょっと大きな違いです。なので、ちょっと MA030 のエボにしてしまうと、ホイールベースが、DWS を使う場合には、1種類しか選べないということで、ちょっと制限が多くなってしまうんですけれども、そうですね、選んでいただければなと思います。こんなところですかね。結構030にした時のそのリアサスペンションの仕様と、ホイールベースがちょっとわからないという問い合わせがいくつかいただきましたので、今回ちょっとこういう感じで紹介させていただきました。最後にですね、もう一回、おさらいします。ブラシレス基板にした場合ですね、030エボにした場合は、ストラットサスペンションであれば2種類、L、LL から選べます。ただし、DWS にした場合には、LL、98mm しか選べないということになります。はい。こんな感じでいかがでしょうかね。ちょっとまた、この、FWD から、MA030、また FWD から030エボに変えるときとかですね、コンバートをしようとしたときに、またここがわからないとかがあれば、動画のコメント欄にでも、書いていただければ、そうですね、またその内容に沿ってご紹介できるチャンスがあるかなと思いますので、ぜひご覧になってちょっと不明点などがありましたらまた書き込んでいただければなと思います。